ついにテスラのロボタクシーが現実のものとなり始めました。アメリカテキサス州オースティンでは今週末から招待制によるサービスがスタートします。そしてそれに合わせて株価やアナリストの評価も大きく動き出しています。さらに中国の上海ではテスラが 5.57 億ドル規模の大型プロジェクトに着手。これにより単なる EV メーカーからエネルギー企業への進化が本格化しています。おはようございます。ケンです。今回の動画ではロボタクシーの実際の運行内容、安全対策、テスラ株への影響、そして上海でのメガパック蓄電ステーションの意味まで最新ニュースをわかりやすく解説していきたいと思います。ただ、ニュースを追っているだけでは見えてこない、この動きの裏にある狙いとか、今後の投資判断にどう活かすのかっていうところまでお伝えしていこうかなと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にお伝えしたいのが、いよいよ現実のサービスとしてスタートするテスラのロボタクシーです。2025年6月22日、テスラはアメリカテキサス州オースティンでロボタクシーの先行プログラムアーリーアクセスを開始します。このサービスは完全な一般公開ではなく、招待された一部のユーザーだけが利用できる限定運用となっています。使用される車両はモデル Y をベースにした特別仕様のロボタクシー。運行範囲はオースティン市内の限られたエリア、いわゆるジオフェンス内でのみ可能です。時間帯も朝6時から深夜0時までに限定されていて、空港への送迎や悪天候時の運行は対象外とされています。そして重要なポイントが安全対策です。完全自動運転と言われる一方で、実際には助手席にセーフティーモニターと呼ばれるテスラのスタッフが同乗します。この人物は必要に応じてシステムを停止できる役割を持ち、遠隔操作の支援体制、いわゆるテレオペレーションとも連携しています。つまり、現時点では完全な無人運転というより、人間の監視付き自動運転という位置づけです。これは将来の本格運用に向けたテストと実証を兼ねた段階と見るべきでしょう。それでもテスラが実際に公道でのサービスを開始していくという事実は大きな意味を持ちます。これまで発表されてきた未来の構想がいよいよ現実の一歩を踏み出したと言えるでしょう。では、ここからはロボタクシーの現実的な課題について見ていきます。今回テスラが開始するロボタクシーには助手席にセーフティーモニターが同乗し、遠隔支援も採用するという仕組みになっています。これは一見すると完全自動運転に見えますが、実際にはまだ監視付きという段階です。この背景にはアメリカの規制当局である NHTSA の存在があります。NHTSA は現在テスラの自動運転機能の FSD について低視界条件での性能に関する調査を継続中です。夜間や雨天時など視界が悪い状況でどの程度安全に動作するのか、これが問われていて、今後の本格運用にも影響する重要なポイントです。また、地元テキサス州でも法的な整備が追いついていないという課題も昨日紹介しています。一部のテキサス州の議員は9月1日から施行予定の新しい自動運転に関する法律が整うまでは、ロボタクシーの本格稼働を延期すべきだとも主張していました。つまり、技術的には進み始めたものの、法整備と安全性に関する懸念は依然として残っているというのが現実です。テスラがやればすぐに実用化できるという期待感がある一方で、現場レベルではかなり慎重に一歩ずつ進んでいるというのがわかるのではないでしょうか。こうしたロボタクシーの動きに対して株式市場はどう反応したのか、ロボタクシーのアーリーアクセスの開始が報じられた後、テスラの株価は一時的に上昇しました。市場にはついにサービスが始まったというポジティブな空気が流れ、期待感が先行した形です。ただし、その後は調整が入り、やや下落する場面も見られました。これはサービスの規模がまだ限定的であることや、無人運転ではない点、安全性や規制に関する懸念が影響したと考えられます。そんな中、注目すべきは証券アナリストの評価です。投資銀行のキャンター・フィッツジェラルドはテスラ株をオーバーウェイト、つまり買い推奨とし、目標株価を355ドルと設定しました。さらに同じアナリストは場合によっては425ドルまでの上昇余地もあると見ています。
これは単なるロボタクシー事業への期待だけではなく、FSD やエネルギー事業、ロボティクスなど、テスラが描く未来の事業モデル全体に対する評価が含まれています。つまり、テスラ株は今一時的に少し下がってはいますけれども、長期的な成長ポテンシャルがあると見るアナリストが増えているということになります。では、次に注目したいのが、中国上海でのテスラの新しい動きです。テスラは中国の上海にて5億5700万ドル規模の大型プロジェクトに着手することを発表しました。このプロジェクトはいわゆるグリッドスケールと呼ばれる大規模なエネルギー貯蔵ステーションの建設です。ここで使われるのがテスラの蓄電システムメガパックです。このメガパックはすでに上海の専用工場で量産が始まっていて、今回のプロジェクトでも中国国内で製造されたバッテリーが使われます。このプロジェクトはテスラ、中国幸福国際リース、そして上海市政府、この3社が関与する共同事業であり、中国市場におけるテスラのエネルギー部門本格展開の第一歩と見ることができます。このようにエネルギー事業においても着実に収益の柱として急成長しています。このメガパック事業は再生可能エネルギーと電力の安定供給を支える重要なインフラとして世界中で需要が高まっていて、中国市場での展開は非常に大きな意味を持ちます。今後テスラがエネルギー事業と自動運転という2つの柱でどこまで事業を拡大していくのか、今回の動きはその将来像を示す大きなヒントになるかもしれません。はい。では、ここまでテスラの最新動向についてお伝えしてきました。ロボタクシーのアーリーアクセスがついにスタートし、テスラは完全自動運転という未来への第一歩を踏み出しました。ただし、安全性の確保や法規制の整備といった課題もあり、まだ本格運用には時間がかかりそうです。その一方で、上海ではグリッドスケールの蓄電ステーション建設という大型プロジェクトが進行中です。エネルギー事業の成長により、テスラの企業としての幅が確実に広がっているのも見逃せません。そして株式市場では短期的な値動きはあるんですけれども、中長期では強気の評価も出てきています。テスラは EV メーカーにとどまらず、エネルギー、AI、自動運転といった未来産業の中核を担う存在になろうとしています。では、ここで皆さんに聞きたいと思います。テスラは本当に未来を変える企業になるのでしょうか？それともまだ課題の多い未完成な挑戦者なのでしょうか？皆さんは今のテスラの動きについてどう思いますか？よければコメント欄で意見を聞かせていただければと思います。では最後に現在のテスラの株価をチェックしていきましょう。本日は最初こそ上昇し325ドルを超える場面もありましたが、今はそこから少し下げて現在322ドルとなっております。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日僕のもう一つのチャンネルであるワテックの方で新しい一本の動画を公開しました。エコウィンハイブリッドについての解説になります。ぜひご覧ください。そしてエコウィンについて興味を持たれた方、7月27日の日曜日に熊本の本社にて体感会を行います。過去体感会に参加された方は皆さん口を揃えてこれは体感しないとわからないと言われています。前回と前々回は共に冬のエコウィンっていうのを体感してもらいました。今年は初めての夏のエコウィンです。夏の輻射熱っていうのをね、ぜひ体感されてみてください。きっとこのエコウィンの凄さがわかると思います。ぜひ興味を持たれた方は僕と一緒に体感会に行きましょう。熊本空港まで来られてもらったら送迎はいたします。そして福岡から行きたいよって言われる方がいらっしゃったら僕と一緒に福岡から行きたいと思いますので、ぜひ興味がある方、真夏の輻射熱、これをね、ぜひね、体感してもらいたいなと思います。そして行こうかなと思われる方は、当日のやり取りなどを専用の LINE のオープンチャットで行っています。オープンチャットのリンクを概要欄に記載しておきますので、そちらの方に来られてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。